今回は、ファイルの読み書きについて説明します。こちらに例がありますが、これは一行書き込みのプログラムです。ファイルを開く場合にオープンと書き、ここにファイル名を入れます。そして末尾に W を入れます。そしてオープンすると、このファイル名で書き込みを行うことができます。それを F と設定します。そして書き込む場合。例えば Hello World を書き込む場合は、ここで設定した F をここに書いて .write と書きます。そして書き込んだ後は、ファイルをクローズします。これを実行してみましょう。これを実行すると何も表示されません。どこに書き込んだかというと、こちらです。この目次を開くと、フォルダーマークがあります。このファイルを開きます。すると、ここに myfile01 が書き込まれていることがわかります。ここが、現在のワーキングディレクトリになります。ここのパスは、こちらで見ることができます。オプションをクリックし、パスをコピーします。例えばこちらでメモ帳に貼り付けてみましょう。すると、ここにコンテントというのがありますね。これがワーキングディレクトリになります。このデータの内容を見るには、このファイルをダブルクリックすると、このようにファイルの内容を表示することができます。それでは、今度は複数行書き込んでみましょう。この例では、for文を使って書き込みます。先ほどと同じファイル名で書き込みます。こちらのfor文で、レンジ関数を使って、0より9まで x を変化させます。f.write の中は、x を文字列に変換し、hello world \n を結合し書き出します。これを実行しましょう。そして、こちらをダブルクリックしてデータを確認しましょう。このように、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9までいって、最後に改行だけが出ています。したがって、最後は改行を抑制する必要が出てきます。そこで、こちらの方では10まで行きましたが、修正案では、抑制するには9までにして、最後の行だけは、このマークを外した状態で書き込みます。それでは、実行してみましょう。書き込まれたファイルを表示してみます。すると、このような形で10回書き込むことができました。それでは、読み込みをやってみましょう。オープンのファイルに myfile01 を指定して、R と書きます。今これは、ワーキングディレクトリを使用していますので、この前の部分を省略できますが、フルパスで指定することもできます。こちらのオプションをクリックすると、パスを取得することができます。こちらのファイル名をコピーしたファイル名に置き換えてみましょう。このように、フルパス名に置き換えて使用することもできます。この行では、このファイルをすべて読み込みデータに代入しています。そして、ファイルを閉じ、データをプリント文で表示します。実行すると、このようにファイル内容をすべて表示することができます。次は指定文字数だけ読み込むプログラムです。この場合は f.read の中に読み込みたい文字数を入れます。今回は10文字読み込んでみましょう。実行してみましょう。すると、このように10文字だけ取り出されて表示されました。次に、ファイルのアップロードと読み込みを行ってみます。ここで右クリックし、アップロードを選択します。そして、このダイアログよりアップロードしたいファイルを選択し開きます。すると、このようにファイルがアップロードされました。それでは、アップロードされたデータ myfile02 を読み込んでみましょう。Open myfile02.txt R でアップロードされたファイルを開きます。
こちらは読み込みですので R としておきます。そして、データに f.read でファイル全体を読み込みます。最後に fclose でファイルを閉じて、プリントでデータを表示します。実行すると、このようにデータ全体を表示することができます。次は1行のみ読み込んでみましょう。1行のみ読み込むには、リードラインを用います。実行すると、このように1行のみ、読み込み表示されました。それでは次に、ファイルの終わりまで1行ずつ読み込み表示してみましょう。この場合、ファイルオープン as F 構文を使用します。この構文を使用すると、ファイルが自動的に閉じられるために、f.close を明示的に呼び出す必要はありません。したがって、このプログラムでは、close を用いていません。こちらのプログラムでは、withOpen、myfile02.txt、r as f でファイルをオープンしています。そして、法文を使用し、ラインに1行ずつ取り込み表示しています。プリント文では、末尾の開業マークをエンドで抑制しています。それでは、これを実行してみましょう。すると、このように最終行まで表示することができました。先ほど用いたプリントラインエンドは、プリント関数のエンド引数を空文字列に設定することで、開業文字を出力しないように指定しています。こちらはエンドのないプログラムです。これを実行すると、このように二重に開業された表示となります。それを、こちらのエンドで開業を抑制しています。次は、リストにデータを読み込んでみましょう。ファイルを読み込みモードでオープンします。そしてリードラインズを用いてリストに取り込み変数ラインズに代入します。最後に、プリント文を用いて、このリストラインズを表示します。表示されたデータを見ると、最初が、括弧で始まるリストであることがわかります。そして、各要素はカンマで区切られて表示されています。それでは、このプログラムを修正して、取り込まれたデータを1行ずつ書き出してみましょう。データをリストに取り込んだら、そのサイズを連関数で n に代入します。そしてfor文を使って要素数だけループを繰り返します。x は0、1、2のように変化しますので、これを6行目のコードで、リストラインズのインデックスを指定して、各要素を取り出し表示します。それでは、実行してみましょう。すると、このように各要素を1行ずつ取り出して表示することができました。